こんにちは。シラの日本語ポッドキャストへ来てくださりありがとうございます。シラです。今日は日本人は一人行動が好きなのか、一人行動をよくするのかについてお話ししていきたいと思います。ぜひリラックスしながら最後まで聞いてくださると嬉しいです。今日もよろしくお願いします。シラの日本語ポッドキャスト。では早速、日本人は一人行動が好きなのか、一人行動をよくするのかについてお話ししていきたいなと思うのですが、これは一人行動好きな方、一人行動をよくする方、結構多いんじゃないかなと思います。例えば一人でカフェに行ったりだとか、お買い物をしたり、一人で映画を見たり、ご飯を食べに行ったりとか、旅行を一人でする方も結構多いんじゃないかなと思います。一人で何かをすることに対してあんまり珍しいと思う方がどんどん少なくなってきていて、結構昔は一人でご飯屋さんに行ってご飯を食べたりすること、あの人一人なんだとか、かわいそうとか思う方も結構いたような気もするのですが、最近はそういう文化というか、そういう風に思う方はほとんどいなくなってきたんじゃないかなと思います。なので一人でかわいそうだなと思う人もそんなにいないし、実際にご飯屋さんとか一人で座れる席もたくさんあるので、全然一人で行っても困ることはあんまりないかなと思います。一人行動をする方が多いというのも本当ですが、一人行動がしやすいようなお店やサービスが増えてきているのも一つ理由としてあるのではないかなと思うのですが、先ほどお伝えしたみたいに一人でも全然座れるような席がご飯屋さんとか結構多いんですね。一人用の席だったりとか、カウンター席といって、テーブルがあって前にも椅子があるというよりかは、壁に向かってテーブルが置いてあったりとか、テーブルの前はすぐシェフの方、店員さんの方が、お店の人が料理をしているところが見えるようになっていたりだとか、一人でも全然座りやすい席も結構多いんですね。あとは最近一人カラオケがしやすい場所だったりとか、一人で焼肉を食べに行けるような場所だったりとか、一人をメインとして作られているお店やサービスも結構増えてきています。こういう一人向けのお店やサービスを利用して、一人でお出かけすることに少しずつ慣れていって、そこから一人用のお店やサービスじゃなくても一人でお出かけするようになる方、結構多いんじゃないかなと思います。このポッドキャストでは何度もお話ししたことがあるかなと思うのですが、日本には空気を読むという文化があります。そういうふうに言葉だけではなくて、その場の雰囲気や相手の表情などを見ながら会話をしたりとか、そういうことをしていく中で、人と関わることが疲れると思う方も結構少なくないんですね。なので、
一人の時間は寂しいというよりも自由な時間とか、自分だけで考えて行動ができるとってもいい時間というふうに考える方も結構多いです。例えば今日はお買い物に行くぞというふうに決めていた時に、友達とか誰かと一緒に行くと、友達が見たいお店、私が見たいお店、一緒に二人が見たいお店に行くことになると思うのですが、私一人だと私が見たいお店だけを、私が行きたい順番で行きたいだけ、本当に自分が満足するまでお店をぐるぐる回ることができると思うんですね。なので自分のペースで動くことができるということや、その友達とかがいないので気を使わなくてもいいということや、好きな場所に行けるということも結構その一人行動が多い理由になるんじゃないかなと思います。普段学校やお仕事とかでずっと人と関わっているからこそ、お休みの日は一人で過ごしたいと思う方が結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。なので一人行動をしているからといって孤独というわけでは全然なくて、友達がたくさんいたりとか恋人がいても、今日は一人でお出かけするからと言って一人でお出かけを好む方結構多いです。なので週末お休みのたびに恋人と会ったりするというよりかは、じゃあ土曜日は恋人と会って日曜日は一人で過ごすという方も結構いらっしゃいます。一人行動が結構しやすいというふうにお話ししてきましたが、日本でもまだ一人行動がしにくいというか、一人だとちょっと難しいみたいな場所もいくつかあって、簡単なのからお話しすると、一人行動初心者の方が最初にするのは、まず映画とか結構ハードルが低いんじゃないかなと思います。映画は結構何年も昔から一人で見る方結構いたのと、映画を見てる間って別に会話とかはしないですよね。なので、一人で行きやすい、一番ハードルが低いのは映画かなと思います。映画だったり、カラオケだったり、人目があまり気にならないところから始める方多いかなと思うのですが、映画、カラオケときて、次にカフェとかご飯屋さんが一人行動のランクというか少し難しくなってくるんじゃないかなと思うのですが、一人でテーマパークに行ったり、高級なレストランに行ったりっていうのは少しまたぐんとハードルが上がるんじゃないかなと思います。テーマパーク、もちろん一人で来てる方たくさんいらっしゃるので全然恥ずかしいことではないのですが、今このポッドキャストを聞いてくださっている方の中で、それなら一人行動してみようかな。まだしたことないけど、挑戦してみようかなと思ってくださっている方がもしいらっしゃったら、初めからテーマパークはちょっと難易度が高いんじゃないかな。難しいんじゃないかなと思います。テーマパークなどは一人で来ている方ももちろんたくさんいらっしゃいますが、二人とか誰かと来ている方も結構多いと思うんですね。なので、一人行動にまだ慣れていない方だったら、何か楽しいことがあったりした時に、
これ誰かと共有できないんだ。この楽しいっていう気持ちを一緒に楽しいねっていう相手がいないんだということに少し寂しい気持ちにもなってしまうんじゃないかなと思って、なので初めては映画とかカラオケ、カフェくらいまでがおすすめなんじゃないかなと思います。カフェに行くとなっても、初めはスターバックスとか、ドトールコーヒーとか、コメダコーヒーとか、チェーンのカフェを私はおすすめしたいなと思います。っていうのにも理由があって、私も少しずつ一人行動をするようになってきて、最近は結構いろんなところに一人で行けるようになってきたのですが、カフェもすっごくおしゃれな、いろんなところにはない、すごくこだわられた雰囲気のいい、かわいい、おしゃれなカフェっていうのは、チェーンのカフェに比べて一人で来ている方少ないと思うんですね。もちろんいらっしゃる時もあるんですけど、チェーンのカフェに比べると少ないです。反対に先ほどお伝えしたようなスターバックスやコメダコーヒー、ドトールなどは一人で来ている方結構多くて、一人でそこで勉強したりだとか、お仕事をされていたりだとか、そういう方結構多いんですね。なので、一人で来ている方がたくさんいる環境に行くと、自分も一人だけど、一人の人がたくさんいるので、それほど、今一人行動なんだ、みたいな、寂しい気持ちになったりとか、周りの目が気になったりとか、あんまりしなくなるんじゃないかなと思うので、まずはチェーンのカフェから行ってみることをおすすめします。今まで日本人は一人行動が好きなのかについてお話ししてきたのですが、国によってはお食事は絶対誰かと食べるものみたいな、お食事は誰かと食べることが普通という文化の国もあるんじゃないかなと思います。なので、日本に来てみるとラーメンとか牛丼とか一人でご飯を食べている方も結構多かったり、カフェとか映画、カラオケなどでも一人で行く方結構いらっしゃるので、最初は驚かれる方も多いんじゃないかなと思うのですが、今お話ししたような感じで一人で行きやすいお店やサービスがたくさんあるので、ぜひ一人行動日本でしてみてもらっても楽しいんじゃないかなというふうに思います。私も結構一人行動が好きで、昔は私も人の目が気になったりとかしていたのですが、映画は特に一人で行くの結構好きでおすすめしたいなと思います。っていうのも、私結構すぐに感動して泣いてしまうタイプなんですね。なので、友達から見ると全然感動シーンとかじゃない時に私が泣いていたりしたら横で気を使わせてしまうんじゃないかとかいろいろ考えてしまうので、映画はゆっくりとその映画にだけ集中できる時間なので、私的には一人で見るの結構おすすめかなと思います。先ほどお伝えしたみたいに、チェーンのカフェは私も勉強しに行ったりとかするときによく利用しています。はい、ということで今日は日本人の一人行動についてお話ししてみました。いかがだったでしょうか？
皆さんは一人行動は好きですか？また、一人でお出かけするときとか、何をすることが好きですか？私も少しずつ一人で行動する幅を広げていっている途中なので、ぜひぜひ教えてもらえると嬉しいです。このチャンネルではこれからも自然な日本語で日常的なことや日本の文化についてお話ししていきたいと思います。ぜひぜひチャンネル登録をして次回以降も聞いてくださると嬉しいです。最後まで聞いてくださった方、本当にお疲れ様でした。ではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。ありがとうございました。シロでした。